こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は拘縮のある方の、異常解除ということで、これもいくつか、上肢の拘縮がある方、下肢の伸展パターンの方、下肢の屈曲パターンの方、それぞれ動画上げさせてもらっているんですけど、やっぱり拘縮のある方の異常解除について教えてほしいというコメントであったり、いろんなね声聞かせていただきますので、今日は、拘縮のある方の異常解除、いろいろなパターンで紹介できたらなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルでは、こういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、URL を概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。では実際に、拘縮のある方ですね、やっていきます。はい、では拘縮のある方の異常解除ということで説明していきますが、じゃあまずは分けていきましょうか。上肢の屈曲パターンですね。屈曲している方、はい、こうグッと曲がっている方、はい、こういうケースの方は何がやりにくいかっていうと、やっぱり手が入りにくいですね。液化から肩甲骨持ってっていう風にいつもお伝えしてますけど、こういう方の場合は液化に手が入りにくいですね。はい、じゃあどうやったらいいかなんですけど、これも前の動画で、詳しく説明しているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですが、こう中から入れていきます。ぐっと締まっている方であってもある程度、無理やりこう広げるとかえってグッと力入っちゃうので、ゆっくり広げるか、ちょっと力をねこう抜いていただくか、もしくはそれでもダメっていう場合は中から僕やったらこの肘のところから手を入れて、まずここに持ってきます。はい、であとは曲げる。そしたらね意外と入ります。もっとグッと締めてみて、グッと思いっきり締めててもこうしてこうやると案外入るもんです。今締めてでもこう案外入るもんなんですね。はい、なのでポイントはここから上から肘のところに上行って、ここ前腕の下くぐらせます。で肘の方からグッと入れてあげると意外と入りますので、ぜひ試してみてください。これを両方ともやっていただけたら、こんな感じで両方とも入りますので、これで異常するといったやり方ですね。はい、じゃあ今度伸展、ぐっと伸びてるパターンで、この方は別にそこまで苦労はしないです。入ります。でもこれが手がクロスしてる場合ですね、ぐーっとなってる方たまにいらっしゃると思うんですけど、こういった方どうしたらいいか。これも一緒です。こうクロスしてる手の間に入れます。はい、でここですね、ここからまたぐーっと上に上げてあげるとどうですか。はい、入っちゃいますよね、意外とね。でこれも両側からこうやってやってあげるとこれでぐっと持てますので、でもう一回もうちょっと、はい、ここですね、肩甲骨の下、ここが下角です。この肩甲骨を持ってるような感じですね。はい、で意外とこういう上肢の屈曲の拘縮がある方っていうのは力がねぐっと入りますので、その力を利用して、抱えることもできますので、意外と楽にできます。はい、ただ拘縮がないパターン、グラグラの方っていうのは、今回の動画とはちょっと違いますけど、結構この肩がグラグラになって不安定になりますので、異常は難しくなってきます。はい、じゃあ今度下肢ですね。足の方の異常パターンやってみます。じゃあ今度は下肢ですね。下肢のパターンですけど、下肢が伸展している場合、今度じゃあぐーっと内転しながら、なおかつ、内反旋足しながら膝も伸展しているパターンの方、これは結構いろんな動画で上げてますけど、まずベッドの高さ調整できるのであればベッドの高さを上げます。ベッドの高さを上げることで、この膝が曲がらない分をちょっと補うようなイメージですね。例えばごめんなさい、ベッドの高さを下げたまま、この要はここに体重を乗せたいので、足の裏に要は体重を乗せたいので、このまま設置してもらって立っていただくと結構な距離が出ます。今重心はおへそあたりにあるので、おへそをここまで持ってこないといけないので、移動距離が結構長くなってしまうんですね。なのでこれをちょっと補うためにベッドの高さを上げます。ただベッド高くしちゃうとずり落ち出てきますので、必ず、靴であったり滑り止めのマットみたいなものは敷いてあげる。もしくは僕であれば自分の足でね滑り止め作ります。はい、そうしてあげると、なかなかこんな感じ、別に踏んでるわけではなく本当にこう止めてるって感じですね。はい、そうするとさっきよりかはちょっと距離がマシになりますので、こう持ってあげて、よいしょですね、こう僕が後ろに倒れるように
利用者さんの足の力もある程度利用しながら、こういった方は膝折れっていうのはまずありませんので、利用しながらこうですね、こうやって移乗するっていうような形です。はい。でこういう方は結構上肢も屈曲パターン、伸展パターンでぐーっと力入ってる場合もありますので、利用者さんの力を利用しながら、移乗するのが一番いいのかなと思います。はい。じゃあ今度お膝ですね。お膝の屈曲、股関節の屈曲パターンの場合、意外と難しくて、床に足がつきにくいんですね。どうしても屈曲なんでお膝が曲がってたり股関節が上にぐっと曲がってるパターンなので、床に足がつきにくいです。床に足がつきにくいとやっぱそれこそ足に体重が乗せにくいですよね。プラス、足が中に入ってしまうんですね。ぐーっとお膝が中に入ってしまうんです、かかとが。なのでベッドのフレームにかかとを吸って怪我させてしまったりしますので、そういった場合はちょっとこっちに移乗する、車椅子ここにありますけどこっちに移乗するというふうにすると、僕であればもちろんあれですよ、こう抱えながら、倒れないように抱えながらちょっと足ねしっかり伸ばしていただいて、曲がらないようにまず床に設置します。なおかつここ足の裏に今度は後ろに足を入れます。そうしたら曲がらないですね、はい、曲げたくても曲がらない、はい、こうしてあげると足にも体重乗ってきやすいし、屈曲を防ぐこともできるので怪我を防ぐことができます。なのでこういう状態でちょっと見えにくいかもしれませんが、僕の足を利用者さんのかかとに当てるような感じ、もう一回じゃあこういうケースですね、ぐーっと今曲がってるような感じです。こういう場合は後ろに支えながらちょっとかかとを前に出してあげた隙に僕の足を入れてあげます。はい、こうしてあげるとこれで移乗ができるっていった感じですね。はい、こういうやり方をやってます。でももう一点が足が浮いてしまう方ですね。なかなか両足浮いてる方っていうのは見ないんですけど、もし両足浮いてる方がいるのであれば、同じように屈曲して曲がってしまうので浮いてしまうので、同じように押さえてあげた上で体重を乗せてあげます。はい、これで例えば足上に上がります。両足上がるね。上げようがないので、どうしても浮いてしまう方もこのように移乗してあげるのがいいです。ともう一点、肩麻痺の方で、じゃあこっちに車椅子があったとして右足だけがぐーっと屈曲パターンしている方、こういう方も結構いらっしゃいます。はい、こういう場合は左足、ある程度力が出る出ないあるとは思うんですけど、出なくてもこっちの足に体重を乗せながら、なおかつ右足麻痺側の方は先ほどと一緒、伸ばしてあげた上でかかとで押さえてあげる。はい、である程度こっちの肩側に体重を乗せるようなイメージで移乗してあげるって感じですね。そうしてあげるとよりまだいいです。ちょっと見えにくいので反対でやってみますね。反対パターンでじゃあこっちが浮いてしまう、はい、でこっちが麻痺ではないけど力もあまりないパターンですね。もうこう押さえながら、こっちの足を前に出して、ここでこう、今だいぶ力抜いてるけどもうちょっと力入れてもらっても、ここでこうですね、そして押さえてあげるとかかとがフレームに当たって怪我するようなことも防げますので、この状態で今度こっちの手はさっき言ったみたいに上から入れてあげて、こうですね、でこういう以上ですね、はい、ちょっと車椅子どうかと、はい、っていうやり方になります。はい、ということで、はい、今日は屈曲パターン、伸展パターン、下肢も屈曲パターン、伸展パターンとそれぞれ紹介させていただきました。山田君、ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、屈曲パターン、伸展パターンなんですけども、拘縮っていうのは結構ね硬くて本当に動かないので、無理にグッて力を入れて伸ばそうとしすぎたりしたらすごくこう筋肉を痛めてしまう可能性があるので、伸ばすときはゆっくりとしていただくのがポイントになります。はい、無理やり伸ばしてもね伸びないですね。はい、かえってねゆっくり伸ばしてる方が伸びますので、ぜひやってみてください。ということで、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからも、回復技術を紹介していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。